はい。ミラノからこういうマルレンゴっていうところ、オーストラリアに近いところに行ってきたっていうお話をしたんですけど、前はい。回。この辺りって本当にもうドイツ語を話す人たち、オーストリアに近いんですけど、うん。ドイツ語を話す人たちなんですよ。彼らは大体、イタリア語もできるし、ドイツ語もできるんですけど、なんていうんですかね、上流階級というか、そういはい。う人たちはドイツ語を好んで喋るっていうふうに聞いているんへえ。ですよね。はい。はい。まあ、私も移動って結構、その国境だったり、あるいはドイツ語を聞いたりするっていう移動って久しぶりだったんで、改めて、まあ、ドイツの中ではないんですけど、ドイツの語圏っていうところで、こうドイツの文化っていうのを感じてたわけなんですよね。はい。でですね、まあ、我々コンサル企業っていうことで、ドイツのその企業の分析だったりとかっていうのもよくあるんですよ。はい。で、日本とそのドイツって経済構造であったりとか、まあ、世界的な経済の立ち位置っていうのは似てる部分があって、いわゆる自動車でいけば、その自動車メーカーっていうのがドイツにはまあ BMW であったり、ダイムラーっていうのがあって、ダイムラーの中にメルセデスっていうのがあるんですけど、あとははい。フォルクスワーゲンとかですよね。で、日本でいけばうん。トヨタとかホンダとか日産って、まあ、世界を代表するはい。自動車っていうのがあったりとか、あるいはインフラであれば発電ですとか、まあ、火力はい。発電は、ね、今、ドイツとかはだいぶ抜け出してるというか、逃げてる感じ、自あ然発電に行ってる感じなんですけど、まあ、ドイツにはシーメンスとかっていうその発電の技術を持った企業があって、日本だとまあ三菱重工とか、ちょっと前の日立とかですね、日立とシーメンスっていう企業ってよく、比較されてたりするんですね。昔は日立も自分のその中にこう発電の企業部門って持っていて、はい。で、まあ、お互い両方とも鉄道技術を持ってたりですとか、うん。発電した電力をこう配電していくんですけど、その技術を持ってたりとか、あるいは医療はい。関係の設備とかですね、そういうのをうん。やってたりとかしたんで、昔はね、よく構造として似てるみたいなことは言われてたりするんですけど、まあ、はい。なので、そういう似たような経済構造、産業構造っていう部分、あるいは世界の中の立ち位置っていうことで、まあ、よくこう勉強というかね、研究したりするんですよね。で、よくやるのが損益計算書のこう比較だったりとか、そういうのはあるんですけど、実際皆さんが我々と一緒に研究しててよく言うのが、こうマーはい。ケティングの費用ですとか宣伝の費用とか結構高めに使っていて、それでも利益率が高いっていうのがなんでだみたいなところがあったりとかするんですけど、そのあたりはい。こう数値だけ見ていても、その本当に何を意味してるのかってわからない部分があって、実際にこうはい。生活してるとこういう違いがあるんだなっていうのはあるんですよね。で、まあ、私の中では例えば同じ生産をしててもこうコストをかけるところとかけないところの差って結構メリハリってあるんですよ。で、いいとはい。ころあるいはお客さんが感じるようなところにはものすごくコストをかけるけど、それ以外はなんかものすごくコストが低かったりとかして、で、日うん。本の場合はもう何が何でもいいものを作っちゃったりするんで、あんまはい。り価値がない部分でもこうコスト高くて、結局その競争に負けちゃったりとかっていうのはあるんですよね。はい。はい。まあ、そのあたりは生活してるとよく感じられるところはあるんですけど、で、今回ですね、まあ、ドイツ語圏の人たちとこう触れ合いながら、改めてドイツの経済の良さの一面っていうのを、私、まあ、前から感じてるところはあるんですけど、はい。感じれる部分があったんで、そこを紹介していきたいなと思うんですけど、実はですね、家族経営っていうことに誇りを持ってる企業、それを大々的に宣伝してる企業って結構あるんですよ、ドイツって。はい。で、日本だと、ちょっと私も改めてこうインターネットで調べてみたりはしたんですけど、家族企業っていうことに対して、そんなうん。にその皆さんが家族企業で働きたいとか、なんか家族企業はブラックだみたいな、そういうコうん。メントが多くて、まあ、家族企業の良さっていうのも、インターネットで調べることはできるんですけど、まあ、どっちはい。かというとこうマイナスのイメージがう強いん。かなっていうのが私の感じなんですけど、村上さんではい。なんかお友達とか見て
いて、実際じゃあ上場企業と家族企業とどっちに行くかって、上場企業に行く人たちの方が多いじゃないですか。行きたいっていう。で、はい家族企業はドイツでも当然そういう状況はあるんですけど、家族企業はちょっと敬遠するみたいなところがないですか？それはあんま感じないですか？そこまで、周りにはいないんですけど、どちらかといったらそうだと思いますね。はい、家族企業の問題っていうと、いわゆる公正さに欠けるであったり、経営者が公私混同をするとか、独裁的な経営とかっていうところがあると思うんですけど、実はこれって私は本当に強みでもある。むしろその今の経済、日本の経済なんかにおいてはこう求められるものだ、強さを生み出すために求められるものだと思っていて、例えば公正さに欠けるっていう、人事とかその人の評価ですとか、給料とかそういうのって、我々が一番まずは感じることだと思うんですけど、でも上場企業にいたらそれって平等ですか、公正ですかっていう、システムがオープンになってるんで公正って感じるのかもしれないですけど、上場企業にいて人事が公正ですって思うことって多分ないと思うんですよね、内部の人が。やっぱりどうしてもその主観的な判断っていうのは入るので、そこで満足している人なんていないんだと思うんですね、人事に。で、公私混同っていうのはあるんですけど、その事業自体が家族経営だともう自分のものじゃないですか。要は自分の責任があるわけですよ。上場企業の場合は自分と事業は別なので、そのあたりの熱意の入れ方っていうのは全然違ってくるんですよね。で、独裁的な経営者っていうのはあるんですけど、要は決めるっていうことがいいか悪いか周りの状況に、意見には聞くにしても、最終的に決めるのって自分じゃないですか。家族なんで自分が責任を持って自分の企業を決めていくっていうことなんで、それがやっぱり経営においては一番大事で、決めてやるっていうことがで、将来のことなんて分かんないわけですよね。もう10年後にこの今決めたことが良くなるかっていうのはそれは分かんないわけで、それが分かっていれば経営者って必要ないわけですよ。一番大事なのは決めて実行する。で、それが間違ってたら別にそんなのなんか100回やって多分正しかったって思うことなんて1回ぐらいしかないと思うんで、1回あればいいよぐらい、また決めて変えて決めてやっていくっていうことなんですよね。で、上場企業の場合はやっぱいろんな人が責任を分担してるっていう部分があるんで、経営者自体も会社は別物ですから、別に責任を避けたいっていう部分があるんですよね。決めずに、それが今の結構大企業の経営状況になってる部分はあると思うんですよね。で、今回そのホテル泊まったこのマルレンゴっていうところで泊まったホテルがちょっと私の何て読むか分かんないんですけど、セイダー、そういうことだと思うんですけど、ここもね家族企業なんですよ。で、このホテルのオーナー行ってみて、1週間ぐらいいたんで、ホテルのオーナーの人たちとも仲良くなっていろいろ話してたんですけど、先代の経営者、今の経営者のお母さんっていう人がいて、で、今の経営者はもう早くからバイオ、いわゆる自然の農法ですとか食べ物を取り入れてホテル経営をしたいっていうようなところだったんですけど、お母さんが反対するんで、それをかなりもう激しい喧嘩になったりとかっていうことがあったっていうんですよね。それって家族経営の、典型的なマイナス面っていうふうに見られるかもしれないんですけど、経営者って結局その意見を戦わせて本当に人生がかかってるわけなんで、お母さんも人生がかかってた、その自信もあるわけじゃないですか。それに対して本当に意見を交換して何がいいんだっていうのを揉まれていくっていうところなんですけど、それがやっぱりその事業に対してはそれが一番大事だと思うんですよ、私。何が正しいかっていうのは本当に分かんないんで、なので、真剣な人たちが意見を戦わせて決めていくっていうところですよね。だからそこがやっぱ家族経営で自信を持ってるところ、あるいはやっぱそういうのを経験して家族として経営ノウハウを貯めてきているところっていうのは、独裁的って言われるかもしれないですけど、独裁せずに、独裁っていうか決めずに責任も取らない経営者よりも私としては全然いいっていうふうに認識なんですよね。
はい。自動車レンタカーを借りて行ったっていう話をしたんですけど、この自動車レンタカー会社とは相変わらずなんて読むか分かんないんですけど、はい。ドイツから始めて、で、私たちはファミリー企業だっていうふうに明確に書いてあるんですよね。さらにお客さんもファミリー、当然、会社として利用したとしても、その人にはファミリーがあるわけなんで、お客さんもファミリー。ファミリービズ事業って家族経営っていうことを誇りを持って前面に押し出していくっていうところ、それがいいんだっていうことを見方にはよるとは思うんですけど、そこに価値があるんだっていうことが浸透してる部分があるんですよ。でそこはやっぱりヨーロッパの階級社会っていうことが背景にあって、日本だとやっぱ家族で経営して富を持ってお金を持ってっていうちょっと嫌われる傾向あるじゃないですか。ドイツでもその批判とかそういうのはあるんですけど、やはりそのあたりは成功者とかそのあたりが受け入れられる背景っていうのは強いんだろうなっていうのは思っていて、家族経営がいい、良くないっていうことに限らず、こういう文化が受け入れられているっていうことは認識しておくと、自分たちで経営している人たち、特に家族企業の人たちはね、もっと自信持って、いろいろ批判はされると思うんですけど、実は経営っていうのはやっていけば、自分で決めて責任を持ってやるっていうことが素晴らしいことだと思うんですよね。なので、他人から批判はされるにしても、自信を持って経営に当たっていく人たちがもっともっと増えてくれるといいかなと思ってます。はい。はい。今ってやっぱり社会的にインターネットで個人が自由にいろんな情報を得て自由に判断できるっていうような、自由も広がってきて会社としてまとまってやろうよねっていうのがなかなかなくなってきてると思うんですよね。なので、日本の強さが発揮できにくい経済構造になってきている。その中で家族で決めて動くっていうことは一つの突破口になるとは思ってるんで、今の経済状況あるいは世代の差、こういう背景の中で若い人たちはどんどん自分たちの時間を持っていったりとかっていうのはあると思うんですけど、家族企業は独占的とか言われるのを恐れず、ただ注意はしなきゃいけないと思うんですけど、本当に独占にならないように、注意をしなきゃいけないと思うんですけど、決めてやるんだっていうところにもっと自信を持って、やっていっていければ一つのね、今まであんまり活気のなかった経済の部分が動き出すんじゃないかなという話です。はい。